北側からもファイター。でもグレネード一発で駆除できちゃいます。バイターの巣がぐんぐん汚染を吸収し始めました。怖いもの見たさに少し近づいて見てみたらとんでもないことになってました。飛び込め地の世界極限状態でファクトリオを徹底解説。今回の動画はファクトリオに4800時間もの人生を捧げてしまった私徳蔵が地の世界で自分を極限まで追い込みながらファクトリオのヒントやテクニックを解説していきます。ベテラン工場長さんはもちろんのこと初心者や中級者の皆さんまで楽しんでいただけるよう随所でいろんなテクニックや遊び方をご紹介していきます。この動画を通じて皆さんと一緒にレベルアップをしていけると嬉しいです。コメント欄でみんなで盛り上がっていけるととっても嬉しいです。動画制作の励みになりますのでぜひ忘れないうちにチャンネル登録をお願いします。さて早速ですが今回は秘境の地で極限までコンパクトにした赤サイエンスパック工場で研究を進めて対小型バイター最強の兵器でバイターの大群を蹴散らします。ここだけ見たいという方は概要欄の目次をクリックしてください。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1マップ作成。まず最初のマップ設定画面で左上部分をデフォルトから地の世界に設定変更をします。デフォルト設定と比べると地の世界では経過時間と汚染発生のバイターの進化速度への影響がとても強くかなり早い段階で中型バイターやスピッターが出現します。またバイターの巣の生成頻度とサイズが大きい上にスタートサイズが小さいのも難しさのポイントです。実際にプレビュー画面でマップを見てみるとこんな感じです。こうやってデフォルト設定と地の世界のマップを比べてみるとバイターの集落の大きさと頻度の違いがわかると思います。次はマップ生成のポイントについて解説します。このマップは鉄、銅、石、石炭の交渉が程よく近くにあって混ざってないのがとてもいいです。また左側に原油や下側にウラン鉱石がある点もグッドです。上部には大きな鉄、銅、石炭の交渉もあり文句なし当たりのマップです。次のこのマップは森が少なく汚染がすぐ拡散しますので難易度はかなり高いです。森がないので資源が豊富な巨大な岩がありません。そのため立ち上げに時間がかかっちゃいそうです。また油性も小さいので途中で原油が足りなくなってしまいそうです。最後のこのマップはスタートエリアの鉄、銅、石炭の交渉が混ざっているので少し扱いづらいです。またスタートエリアのバイターの巣が近いので序盤の拠点の立ち上げに少し苦労しそうです。油性の量や近くに鉄や銅の大きな交渉があるので序盤さえ乗り切れれば遊びやすいマップだと思います。今回はあらかじめ用意しておいたマップコードでマップを呼び出します。このマップは森が多めでスタートエリアとバイターの巣の距離が程よく離れています。油性は少し遠いですがこの距離であればなんとかなりそうです。それでは開始ボタンをクリックして地の世界に飛び込みましょう。チャプター2燃料式掘削機と石の炉による精錬。燃える宇宙船を見て途方に暮れる工場長の寂しげな後ろ姿に思いを馳せてから宇宙船に残った資源を回収しましょう。オルトキーを押すとこのように中身が見えるようになって便利です。コントロールキーを押しながら左クリックでこのように簡単に資源を回収できます。次に巨大な岩を探して採掘します。巨大な岩は石の炉を製造するための石だけじゃなくて石炭を40個前後採掘できるので序盤の立ち上げがとてもスムーズになります。採掘ができたら石の炉をハンドクラフトします。シフトを押しながら石の炉をクリックすると
材料をあるだけ使って石の炉をハンドクラフトします。鉄鉱石の鉱床まで移動して燃料式掘削機を設置。隣り合うように石の炉も設置します。燃料式掘削機と石の炉に石炭を投入して鉄板の生産を始めます。ちなみに燃料式掘削機に石炭10個を入れるのに対して石の炉には5個、2対1の割合ならば石炭を余らせることなく使えます。鉄板が1つ出来上がったら石の炉から回収して燃料式掘削機をもう1台ハンドクラフトして燃料式掘削機と石の炉をもう1組設置して鉄板を増産しましょう。鉄板を生産している間に石と石炭を集めます。大きな岩と巨大な岩をマップで探してひたすら採掘していきます。ある程度石が溜まったら全て石の炉にハンドクラフトしてしまいましょう。この後石の炉を大量に設置することになります。また石の炉はボイラーの材料としても32個も使います。ちょっと多すぎるかなと思うくらいがちょうどいいです。そうこうしている間に鉄板の生産が進んでいるはずです。拠点に戻って鉄板を回収して燃料式掘削機をハンドクラフト。8台の石の炉と燃料式掘削機で鉄板を生産することにします。G キーを押しながらマウスカーソルを動かすとこんな感じで簡単に石炭を投入できます。チャプター3、銅板の生産と石炭の採掘の裏技。さてお次は赤サイエンスパックの材料となる銅板の生産に着手しましょう。まず銅鉱石の鉱床に移動して鉄板生産と同様に石の炉と燃料掘削機を8台ずつ並べて石炭をGキーで投入しましょう。石炭を投入した途端に銅板の製造が始まって電子工学の研究がアンロックされました。おっと、そろそろ石炭がなくなってしまいます。一度鉄板を取りに行って燃料掘削機14台をハンドクラフトします。次に石炭の鉱床に移動して燃料式掘削機をぐるっと回るように設置しましょう。燃料掘削機にマウスオーバーして R キーを押すとこんな感じで回せます。石炭を投入すると燃料掘削機が石炭の採掘を始めます。燃料式掘削機が掘削した石炭は隣の燃料式掘削機に自動投入されるのでいちいちチェストを設置しなくても採掘された石炭がストックされます。進化速度の速い死の世界では序盤のスピードが重要ですが有効な時短テクニックの一つです。ちなみに燃料式掘削機の石炭が50個になると生産が自動でストップするので過剰生産を防げて便利です。燃料式掘削機から石炭を回収したら銅板生産をしている燃料掘削機と石の炉と鉄板生産をしている燃料掘削機と石の炉に石炭を投入しておきましょう。序盤の拠点の立ち上げにはたくさんの鉄板を使いますので燃料掘削機と石の炉16台ずつの生産体制にしておきます。石炭を回収して新しく作った石の炉と燃料式掘削機に投入しておきましょう。チャプター4、汚染拡散の原理とバイター誕生の秘密。そろそろ気にしないといけないのが汚染の拡大状況です。生産統計で汚染を確認してみるとちょうどバイターの巣に最初の汚染が届き始めました。バイターの巣が汚染を2吸収すると小型バイターが1匹誕生します。なのでバイターの巣が汚染を吸収すればするほど襲ってくるバイターの群れが大きくなります。死の世界ではこの汚染の仕組みを知って制することが攻略の鍵となります。まず汚染が拡散する仕組みについて解説します。32×32 タイルの大きさの領域1つ分を1チャンクと呼びますが1チャンクあたりの汚染が15を超えると約1秒ごとに四方のチャンクに汚染が広がります。でも広がる量はわずか 2%。 例えば汚染が100あっても
2つ隣のチャンクに広がるときには2秒後にわずか4の汚染しか広がりません。ちなみに木や地面が汚染を吸収するので、実際に汚染の広がるスピードはもっと緩やかです。汚染の広がるスピードって案外遅いんだなと思いませんでしたか？ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。汚染がバイターの巣のあるチャンクに広がると、バイターの巣が汚染を吸収し始めます。汚染を吸収するたびにこんな感じでバイターが生まれて群れが大きくなっていきます。群れが大きくなってくると、最大10分後にバイターが汚染源に向かって襲撃を始めます。血の世界ではこのようにバイターの数が桁違いですので、ハンドガンやガンタレットでは防衛できません。そこで次のチャプターでバイターの襲撃を回避するテクニックをご紹介します。チャプター5、小型バイターの襲撃を回避する裏技。それはズバリ汚染源である石の炉と燃料掘削機を回収してしまうことです。汚染源がなくなると小型バイターの群れは襲撃対象がなくなってしまうため、このように解散しちゃいます。汚染が木やバイターの巣に吸収されてなくなるのを待っている間に、少し離れたところで赤サイエンスパックの研究を始めます。新しい土地を探している間に研究所、ボイラー、蒸気機関や組み上げポンプなど必要な建設資材をハンドクラフトしておきます。研究所が完成すると赤サイエンスパックが作れるようになるので、赤サイエンスパックを35個ハンドクラフトの球に入れておきましょう。マップを北に向かって歩くこと1分。素敵な水辺を見つけました。大きな銅鉱石の鉱床がある上にバイターの巣からもほどほどの距離、さらにスタートエリアの汚染からは完全に縁切りができている好立地です。まずは銅鉱床がありますので、燃料掘削機と石の炉を2個ずつ設置しました。これぐらいの規模なら1チャンクあたりの汚染が15を超えてバイターの巣に届くことはなさそうです。またバイターの巣に汚染が届く前に地面や木が十分に汚染を吸収してくれそうです。小型電柱を製作するためにここで初めて木を伐採します。木はあればあるだけ汚染を吸収してくれます。実際に木を1本切ってみると汚染の吸収量が 1.10 から 1.07 に減少しました。1本で1分あたり 0.03 もの汚染を吸収してくれることがわかります。拠点の防衛ラインがしっかり出来上がるまでは拠点から離れた場所で木を伐採するようにすると序盤の生存確率が高まります。ちなみに木はチャンク内の汚染が60を超えると枯れ始めて、段階が進んでいくにつれて汚染を吸収しなくなっていきます。汚染にこだわるならば完全に枯れた木を伐採するのがいいかもしれませんね。ちなみに最初から枯れている木はこれ以上枯れることなく汚染を吸収し続けます。もし汚染を少しでも減らしたいなら枯れた木は伐採しないのがいいのかも。チャプター6、赤サイエンスパックによる研究。バイターを気にせず汚染を出せそうですので、ここで研究を始めることにしました。まず小さな発電所を作ります。水辺に組み上げポンプを設置してボイラーを接続、またボイラーに蒸気機関を接続して石炭を投入すると発電が始まります。最後に小型電柱を並べれば発電所は完成です。次にテクノロジーツリーを開いて自動化技術と電動掘削機を9に並べます。ついでに赤サイエンスパックでできる他の研究も研究予約に並べちゃいましょう。詳しくは後ほど解説しますが、死の世界で攻略の鍵を握るグレネードを最短コースでアンロックすることが次の目標です。最後に研究所を並べて赤サイエンスパックを研究所に投入すると研究が始まります。チャプター7、序盤最強の兵器グレネードのアンロック。自動化技術の研究が終わったら組み立て機がアンロックされます。
早速ですが、組み立て機を8個作ってこんな感じに並べて、組み立て機に鉄の歯車のレシピ設定をします。それぞれの組み立て機に鉄板50個を投入して、鉄の歯車の生産が終わったらこんな感じでシフトを押しながらコピーをするとこんな画面になるので、パラメーター機能を利用して赤サイエンスパックにレシピ設定を変更しましょう。銅板を投入すると赤サイエンスパックの生産が始まります。こんな感じで組み立て機と研究所の間にインサーターを設置すると赤サイエンスパックが研究所に自動投入されるので便利です。残り4つの組み立て機でも赤サイエンスパックを生産することにしました。しばらく待っていると緑サイエンスパックがアンロックされて作れるようになりますので、軍事技術2をアンロックするのに必要な緑サイエンスパック20個をハンドクラフトします。赤サイエンスパックの生産が終わったら組み立て機はもう使えませんので回収しちゃいます。ちなみに組み立て機やインサーターは設置しているだけで電気を消費して汚染が増える原因になります。余計なものは撤去しておきましょう。緑サイエンスパックのハンドクラフトが終わりましたので、研究所に緑サイエンスパックを投入して軍事研究2をアンロックします。これでグレネードを生産できるようになります。グレネードさえあればもうファイターの大群を恐れることはありません。ついでにヘビーアーマーもアンロックしておきました。ここで作った小さな発電所や燃料掘削機や石の炉は全部撤収してスタートエリアに戻りましょう。ちなみに汚染の状況はこんな感じでした。研究する程度なら全然汚染は排出されないですね。チャプター8、ファイターの大群を恐れず鉄板を大量生産。スタートポイントの汚染状況を確認すると汚染の値はだいぶ下がっていて、ファイターの巣にはしばらく届かなそうです。ここからはファイターなんかお構いなしで全力で鉄板を生産します。ありったけの燃料式掘削機と石の炉を設置しちゃいます。石の炉と燃料式掘削機が設置できたら石炭を投入して鉄板生産をスタート。ある程度生産が進んだらヘビーアーマーを作るためにこのように石の炉を並べて鋼鉄を50個作ります。マップを確認するとぐんぐん汚染の値が大きくなって汚染は広がっていますが、バイターの巣に届くにはまだまだ時間がかかりそうです。生産統計を見ながらしばらく様子を見ることにします。バイターの巣が汚染を吸収し始めましたので、汚染源となる燃料式掘削機と石の炉を撤去しちゃいましょう。ということで燃料式掘削機と石の炉を回収していたら、なんとここでファイターの襲撃が始まりました。ただグレネードがあればこのように慌てる必要はありません。2つの群れが同時に攻めてきましたが楽々ポロリです。鋼鉄が50個できたのでここでヘビーアーマーをハンドクラフトしておきましょう。チャプター9、衝撃。インサーターなしでも動き続ける発電所。グレネードとヘビーアーマーのおかげでファイターはもう全く怖くありませんので、これから電気を使った大きな自動加工場を作っていきます。そこで発電所に必要なアイテムをハンドクラフトします。アイテムができてきたら電動掘削機を8台石炭の交渉に並べます。そして電動掘削機に隣り合うようにボイラーを設置して、さらにボイラーと隣り合うように蒸気機関を設置します。蒸気機関と蒸気機関の間にパイプをつなぐのを忘れずに、汲み上げポンプで水を汲み上げて地下パイプで水をボイラーに運び込みます。最後に小型電柱で電動式掘削機と蒸気機関を接続すれば完成です。ボイラーに石炭を1つ投入すると全ての電動掘削機とボイラーが動き始めます。おっと、またファイターです。グレネードで淡々とやっつけましょう。ちなみにボイラーには石炭を溜め込めますので、いちいちチェストを設置しなくてもこのように取り出して使えます。
また溜め込める量は最大50個なので生産過剰にもならずとっても便利です。チャプター10、電動掘削機と石の炉のベストバランス。発電の準備が整いましたので鉄板の生産ラインを作ります。まずは電動掘削機を試し置きします。埋蔵量が少ないとあっという間に資源がなくなってしまうので埋蔵量が5000個ほどあるのが望ましいです。次に小型電柱を設置して電動掘削機をダダダダと上下に15台並べて間に搬送ベルトを通します。石の炉を24個並べてインサーターを搬送ベルトと石の炉をつなぐように設置して小型電柱でインサーターに通電すれば完成です。石炭が足りないのでボイラーに行って回収してシフトを押しながら右クリックで石炭を石の炉に25個ずつ投入すると鉄板の生産が始まります。ちなみに電動掘削機と石の炉のベストバランスは5対8です。今回は電動掘削機15台に対して石の炉を24台並べました。次は鋼材の生産ラインを作ります。そろそろ鉄板が出来上がってくる頃なので石の炉から鉄板を回収して電動掘削機やインサーターなど必要な建設資材をハンドクラフトします。そしてゴーストで生産ラインの大まかなレイアウトを決めていきます。こんな感じでゴーストで下書きをしてから設置すると手戻りがなくなるので時短になります。ゴーストでレイアウトできたら建設をしていきます。まず石の炉48個をこんな感じで並べます。小型電柱を設置して搬送ベルトを敷設して次に電動掘削機15台を並べて最後に搬送ベルトと石の炉をつなぐようにインサーターを並べれば完成です。外側の石の炉で鋼材を生産しますが鋼材はまだ使いませんのでインサーターは設置しないことにしました。石炭が足りないのでボイラーに溜まっている石炭を回収して内側の石の炉にシフトを押しながら右クリックで石炭25個を投入すれば鉄板の生産が始まります。チャプター11、ファイターの大群を低コストで駆除する裏技。ボイラー、電動掘削機、石の炉をたくさん設置しましたのでバイターの巣がぐんぐん汚染を吸収し始めました。怖いもの見たさに少し近づいて見てみたらとんでもないことになってました。なので最強の太鼓型バイター兵器グレネードの生産工場を作ることにしました。まず石炭の交渉に電動掘削機を設置します。次に組み立て機を設置して最後に組み立て機のレシピ設定をグレネードに変更すれば完成です。電動掘削機が石炭を自動投入してくれるので鉄板を投入するとグレネードの生産が始まります。グレネードがあればもう安心。バイターが襲撃してくるのを待ち構えましょう。バイターの襲撃を待っている間防衛ラインに欠かせないガンタレットの研究を進めておくことにしました。まず組み立て機8台を設置して組み立て機のレシピ設定を鉄の歯車に変更して作りためた鉄板を組み立て機に投入します。次に研究所と組み立て機をそれぞれ8台設置して組み立て機には鉄板を投入します。インサーターで組み立て機と研究所をつないで鉄の歯車を作っている間に組み立て機をシフトを押しながらコピーしてこの画面になったら赤サイエンスパックにパラメーターを変更して貼り付けします。鉄の歯車が回収されることなくレシピ変更できます。いちいちリロードしなくて済む時短テクニックです。取っておいた銅板を投入すると赤サイエンスパックが生産されて研究所に自動投入されます。テクノロジーツリーを開いて赤サイエンスパックだけでできる研究を研究予約の9に並べちゃいましょう。そろそろバイターが攻め込んできます。お出迎えしましょう。来ました。バイターの大群です。でも慌てることはありません。
ヘビーアーマーがあればダメージは1未満。このようにバイターを集めてグレネードを投げ込めばどんな大群でもコロリです。下側からもバイターでもグレネード1発で駆除できちゃいます。グレネード2発で約100匹駆除できました。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか。なるほどとか面白いと思ったテクニックはいくつ見つけられましたでしょうか。動画制作の励みになりますのでぜひコメント欄で教えてください。またファクトリオで遊んでみようかなとかもっとこうしたらうまくいくんじゃないかななど少しでも皆さんの気づきになることをご紹介できていればとても嬉しいです。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。もしよろしければ再生リストからご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。